こんにちは、皆さん、リリーです。今日はレストランで使うフレーズを紹介したいと思います。教科書をベースにしたのではなくて、私が日本に住んできて経験したことや、私が学生の時に日本のレストランやカフェでアルバイトをしたことがあるので、その時の経験をもとにフレーズを紹介したいと思います。日本にこれから旅行に行く人も、いつか日本に旅行に行きたいなと思っている人にとっても役に立つ動画だと思うので、ぜひこの動画を見て練習してみてください。じゃあ早速始めましょう。まず日本のレストランや、レストランじゃなくてもコンビニとかお店に入ったら大体言われることがあります。何かわかりますか？はい、それはいらっしゃいませです。いらっしゃいませは英語で welcome の意味ですね。じゃあお店の人にいらっしゃいませとか、ラーメン屋さんとかだといらっしゃいませとかもっと早く言ったりするんですけど、大体一番最初に言われるのはいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、こういう言葉です。じゃあいらっしゃいませって言われたらなんて返しましょう？実は何も言いません。ちょっと寂しいですが、日本ではここで会話が始まりません。リアクションするとしたらちょっと頭を下げるぐらい。例えばいらっしゃいませ、このぐらいです。ここでこんにちはとか言わなくて大丈夫です。そして店員さんもここで会話が始まらないということは分かっているので、もうさっさと次の質問をしてきます。だいたい聞かれるのは何名様でしょうかとか、2人かなって分かったら2名様でしょうか、3人だったら3名様でしょうかっていう風に何人いるかを聞かれます。2名様というのはお客さんに対して丁寧に言っている言葉なので、お客さん自身が2名様というのは変です。日本語で自分にさんをつけないのと同じですね。全然知らない人が私を呼ぶときはリリーさんってつけますけど、自分でリリーさんは言わないですね。自分で自分をこう上げるのは変ですから。じゃあ何名様ですか、2名様ですかって聞かれたら、答えるときは普通に1人です、2人です、3人ですとか、こうやって普通に言えばいいんです。じゃあここにちょっと人の数え方を書いておきます。じゃあ例えば何名様ですか、2人ですで OK です。その後レストランによっては、テーブル席とソファ席どちらがよろしいですかとか、カウンターとテーブルどちらがよろしいですかとか聞いてくるかもしれません。じゃあここでレストランでもうとてもよく使えるフレーズを紹介します。何々お願いしますです。じゃあ例えばテーブル席とカウンター席どちらがよろしいですかって聞かれて、テーブルがいい場合テーブル席お願いしますって言ったら、丁寧に I prefer この席というのが言えます。便利ですね。これだけでいろいろお願いができます。そしたら次にお店の人が席に案内してくれますね。大体のお店はメニューがもうそのテーブルの上にあるか、お店の人が持ってきてくれます。じゃあ次にメニューを見て注文します。これ本ですけどメニューだと思ってこれを見ます。どれにしようかなって考えますね。じゃあここで何を頼むか決めました。じゃあ私はこれはアメリカではやめなさいって言われたんですけど、店員さんを日本では呼びます。お店によってはこうボタンでお店の人呼べるのがあったりとか、ピンポーンってなってお店の人が来てくれたりするんですけど、大体はお店の人を呼びます。もしくはお店の人が先に来てくれるかもしれないですけど、この時に使えるフレーズはすみませんです。すみませんは I'm sorry の意味もありますけど、excuse me の意味があります。すいませんっていう感じでお店の人を呼びます。じゃあ逆にまだ選んでいるのに店員さんがテーブルに来ちゃった場合、お店の人はだいたい席に来た時にご注文お決まりでしょうか、ご注文お決まりですか、 Are you ready to order? って聞いてきます。で I haven't decided yet はまだ決めていませんですけど、これをそのまま言うとちょっとダイレクトな感じがしちゃうというか、私はあんまりそう言わない
なと思いました。で、なんて言うかなってちょっと考えたんですけど、いろいろ言い方はあるんですけど、よく見るのは、すいません、もうちょっと見てもいいですか？すいません、もう少しいいですか？すいません、もうちょっとっていう言い方ができるともっと自然に丁寧に、丁寧だと思います。じゃあ次に注文の仕方です。レストランや居酒屋ではお飲み物はいかがいたしますか？お飲み物はいかがなさいますか？とかって飲み物を最初に聞かれるかもしれません。いかがなさいますか？いかがいたしますか？はどうしますか？のもっと丁寧なバージョンです。これたくさん聞かれると思います。いかがいたしますか？どういたしますか？これ全部どうしますかの意味です。飲み物を注文するとき、さっき習ったフレーズがまた使えます。何々お願いします。例えば、コーラお願いします。オレンジジュースお願いします。アサヒビールをグラスでお願いします。とか、もし1人じゃなくて何人かいるときはいくつ頼むのかも言いましょう。例えばオレンジジュース1つお願いしますとか、オレンジジュースを1つとアサヒビールを2つとコーラを3つお願いしますなど言えるともう完璧です。オレンジジュースを1つお願いします。このドリンクの名前をいくつお願いします。で、日本語はいろんなカウンターがありますけど、例えばビールを1本とか言えますけど、それは1つ2つ3つ使っちゃってもここでは大丈夫です。日本の人も大体のものを1つ2つ3つ4つって数えたりしています。ここに一応リストしておきます。1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、こんなに頼まないと思います。はい。じゃあ飲み物はいらないときはどうしましょう？こういうときはお水お願いしますとか、お水で大丈夫ですと言いましょう。お水をお冷やと言ったりもします。どちらでも同じ意味です。お冷やお願いしますとも言えます。日本食のレストランだったら温かいお茶お願いしますとかも言えたりします。お茶がないかもしれない。お茶があるところは無料でお茶をもらえたりもするので、温かいお茶お願いしますと言えます。じゃあ次に食べ物の注文です。これも飲み物と同じように何々お願いしますが使えます。続けて頼みたいときはと and を使いましょう。〇〇と〇〇と〇〇お願いしますって言えますね。例えばエビフライとハンバーグステーキとオムライスお願いしますとか言えますね。じゃあここでメニューの読み方がわからないよという人、ひらがなもカタカナも漢字も読めませんという人のために使えるフレーズ、メニューを指さしてこれお願いしますでいいです。これお願いします This one please と大丈夫です No thank you。 この2つがあれば多分ほとんどのシチュエーションは実は大丈夫だと思います。じゃあ次に店員さんのおすすめが聞きたいとき使えるフレーズはどれがおすすめですか？どれが人気ですか？と聞いてみましょう。おすすめ as recommendation、 人気 as popularです。すいません、どれがおすすめですか？どれが人気ですか？聞いてみましょう。じゃあメニューを全部頼みました。ハンバーグステーキを2つとオムライスを1つとハヤシライスを1つお願いしますと、もう頼みたいものは全部注文しました。じゃあ That's it はそれでお願いします。またお願いしますが使えますね。それでお願いします。それ It's that もしくは以上です。もしくは店員さんが以上でよろしいでしょうかと聞いたらはいって答えてください。じゃあ次に料理が来ました。店員さんはお待たせしました。お待たせいたしましたと言うかもしれません。これは Thank you for waiting です。他の国ではわからないですけど、アメリカではよく店員さんが食べている時に
How's everything? とか聞きに行きますよね。で、日本ではそれはほとんどないです。たまにありますけど、ほとんどないです。もしデザートや他のものをもっと頼みたいけどメニューがテーブルにないときは、すいません、メニューお願いしますって言ってメニューをもらってください。お願いします。本当に使えますね。じゃあ食べ終わったら次はお会計ですね。お会計したい時はレストランにもよりますけど、テーブルですることもあるし、お店のレジですることもあります。で、どっちにしても伝票が必要なので、伝票がもうあったらレジでする時は伝票を持って行って、で伝票がない時はまたすいませんって言って、チェック please は日本語でチェックお願いしますかお会計お願いします。どちらでも大丈夫です。そしたら店員さんがテーブルのお会計ですとかレジでお願いしますって言ってくれると思います。で、伝票を持ってきてくれます。じゃあ最後、お店を出る時ですね。お店の人はきっとありがとうございましたと言うと思います。じゃあお客さんは何て言いましょう？何て言うと思いますか？ありがとうございました。ありがとうございましたですかね。実はレストランや何かを食べた時、お客さんはごちそうさまでしたというのが一般的です。食べる前はいただきますって言って、食べた後ごちそうさまでしたって言いますよね。で、ごちそうさまでしたはこれを作ってくれた人、これを提供してくれたお店の人に対しても言えるので、最後お店を出るときはごちそうさまでしたとぜひ言って出ましょう。今日はレストランで使えるフレーズを紹介しました。もしフレーズが多すぎてこんなに覚えられませんという人は、今日紹介したフレーズの中でこれだけはぜひ覚えてくださいというのは、すみません excuse me とこれお願いします指さしてこれお願いします、それだけです。ごちそうさまでした言えたらいいですね。じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございます。